こんにちは。麻酔科研修お助け動画サイト創刊チャンネルの創刊先生です。この動画では麻酔科研修で身につけてほしい手技について解説します。本日の課題はマスク換気です。気道確保の基本中の基本で、研修中に最も多く行う手技です。上達への近道は最も確実な方法で練習することです。まずは両手法を身につけてください。一緒に頑張りましょう。マスク換気はマスク密着、開口、後屈、化学挙上した上で陽圧換気をするだけです。マスクを密着させながら開口します。後屈、化学挙上させたら陽圧換気を開始します。マスクを密着させながら開口します。後屈、化学挙上させたら陽圧換気を開始します。解説します。マスクを密着させるとき、マスクの下部分を唇と顎先の間に置きます。次にマスクの上部分を目と目の間に置きます。口が閉じないようにマスクを密着させます。両手の親指でマスクを密着させます。中指を下顎角に当ててマスクを密着させながら後屈、化学挙上します。陽圧換気を開始します。わかりましたか？空気が漏れやすいのは鼻の部分と口の外側です。鼻と口を確実に覆うようにマスクをまっすぐ置きます。漏れないように両方の親指でしっかり押さえます。マスクを密着させながら化学を挙上すると口が閉じません。両手法のマスク換気は後屈させる力が弱いのでしっかり意識して後屈してください。よくできました。気道を閉塞する部位は舌根、喉頭蓋、軟口蓋です。意識消失して脱力すると舌根が喉頭蓋を押し下げます。喉頭蓋が咽頭の後壁に接触して気道が閉塞します。後屈、化学挙上をすると舌根が持ち上がり喉頭蓋が咽頭の後壁から離れて気道が開通します。マスクを密着して陽圧換気を開始します。ところが軟口蓋が大きかったり咽頭が狭かったりすると問題が生じます。鼻からの吸気は軟口蓋を押し上げることができます。一方鼻への呼気は軟口蓋を咽頭の後壁に押し付けて鼻への呼気を止めてしまいます。この時に開口していれば呼気は口から出ることができます。開口していないと呼気が出る経路がありません。吸気のたびに口腔内の圧が上昇し吸気圧に近づくにつれて換気量が減ります。最終的に換気量がゼロになります。この理由で生じる呼吸停止は睡眠時無呼吸症候群の患者さんに起こりやすいと言われています。難しい患者さんに対応できるように常に開口を意識して行いましょう。プロのテクニックを一つ紹介します。軟口蓋が咽頭の後壁に押し付けられる原因は呼気の勢いです。この勢いに抵抗するためにピープを吹かします。
軟口蓋が閉塞しません。注意点ですが、常に陽圧になるためマスク密着が不十分だと呼気が漏れます。また気道内圧が高くなりすぎると、しっかり気道が確保されていても胃に空気が入ります。ピープを付加するときは指導医とよく相談してくださいね。両手方のマスク換気マスターできましたか？それではマスク換気の最終目標、片手方について解説します。ここまでに練習したマスク密着、開口、後屈、下顎挙上を全部片手でやってみましょう。マスクを密着させながら開口します。右手で後屈、左手で下顎挙上します。陽圧換気を開始します。マスクを密着させながら開口します。右手で後屈、左手で下顎挙上します。陽圧換気を開始します。マスクを密着させるとき、マスクの下部分を唇と顎先の間に置きます。次にマスクの上部分を目と目の間に置きます。口が閉じないようにマスクを密着させます。親指でマスクの上部分を、人差し指でマスクの下部分を押さえます。同時に小指を下顎角に当てます。手が大きい人は中指や薬指も使ってください。マスクを密着させたまま下顎を挙上します。同時に右手で後屈します。陽圧換気を開始します。空気が漏れやすいのは鼻の部分と口の外側です。鼻と口を確実に覆うようにマスクをまっすぐ置きます。口の右側から漏れやすいのでヘッドストラップを使ったり、誰かに押さえてもらうこともあります。しっかりマスクを密着させながら左手で下顎挙上を額に当てた右手で後屈します。マスクの密着が不十分な状態で右手を使わずに左手だけを使うと口が閉じやすいです。右手をうまく使ってください。陽圧換気を開始します。マスク換気に必要なこの4つの要素のうち、力を入れれば入れるほどうまくいかないものがあります。開口です。左手の力がどのように作用しているか見てみましょう。マスクを押さえる親指と人差し指の力はこの方向です。下顎を挙上する小指の力はこの方向です。中指と薬指の力はこの方向です。青い矢印で示した中指と薬指のこの力は下顎を挙上し頸椎を後屈させる強力な力です。これに抵抗できる力はマスクを押さえる人差し指1本の力だけです。マスクを密着させる時の位置が悪いと口は簡単に閉じます。口は簡単に閉じます。一方、両手方ではどのような力が作用しているでしょうか。マスクを押さえる2本の親指の力はこの方向です。下顎を挙上する残りの指の力はこの方向です。
片手法で中指と薬指が当たる場所は触っていません。つまり口を閉じる力はありません。口を閉じる力はありません。難しそうな患者さんは最初から両手法で対応しましょう。バイトブロックを使うと口は閉じません。簡単なのに効果があります。難しい患者さんには使えるものはすべて使って対応しましょう。上達への近道は最も確実な方法で練習することです。マスク換気は両手法を身につけてください。その後に片手法も覚えてください。今日はマスク換気の理論とポイントをお伝えしました。この動画を繰り返し見てシミュレーターでたくさん練習してください。すぐに上達しますよ。実際に患者さんに対応するときはとても緊張すると思います。それでも手術室にいらっしゃる患者さんはもっと不安で緊張しているということを決して忘れないでくださいね。この動画を最後まで見てくれてどうもありがとうございます。今日は宗寛先生のやり方を説明しましたが、皆さんの指導医はもっとすごい技を持っているでしょう。麻酔科研修に限った話ではなく、いろんな方法を取り入れてレベルアップしていってください。動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。